皆さんこんにちは、こんばんは。レゴニュースのスタッツです。この動画では2023年第1回レゴアイデア製品化レビューへの進出が決定した作品を紹介します。作品のバックグラウンド情報なども含め分かりやすく紹介します。今回のレビューは進出作品が多いためいくつかの動画に分けて紹介しますのでぜひ全部ご覧ください。まずはこちら、テイラー・スウィフトのラバーハウス。テイラー・スウィフトのヒット曲ラバーのミュージックビデオに登場するラバーハウス。ハウスの中はビデオと同じように色分けされた部屋が配置されています。このラバーハウスはミュージックビデオではスノードームの中に入っています。テイラー・スウィフト公式オンラインストアで同じデザインのスノードームがかつて販売されていました。今から欲しい人は eBay などを利用するしかありませんが、すでにプレミアム価格になっています。製品化される可能性はどのぐらい？テイラー・スウィフトのラバーハウスは2022年第3回レビューにも別の作者の作品がエントリーしており、現在も審査中です。恋愛というのはレゴブロックのシリーズにはあまりない要素で、普通なら製品化されることはなさそうです。しかし人気歌手のテイラー・スウィフトというのと最近のレゴアイデアは大人向けシリーズだという点を考慮すると審査通過もあるかもしれません。今回の作品はすでに審査中の別の作者のラバーハウスよりも完成度が高いと思いますが、もし商品化されるとしたら最初にエントリーした作品が採用されるのではないでしょうか。続いてはこちら、ナルニアへようこそ75周年記念セット。ファンタジー小説や映画でおなじみのナルニア国物語で現世からナルニアに通じているタンスです。1950年の出版から2025年で75周年を迎えるライオンと魔女がテーマです。タンスの奥を抜けるとナルニアに行くことができます。タンスを通り抜けてナルニアに到着しました。主人公のルーシーがナルニアで最初に会ったフォーンのタムナスもいます。フォーンはヤギの角と足を持つ神話に登場する半人半獣のキャラクターで、2016年にレゴミニフィギュアシリーズ15で発売されています。本デザインでもこのミニフィギュアをそのまま採用しています。白い魔女が乗るトナカイの馬車もあります。グレーのブロックで冷たい感じが表現されています。製品化される可能性はどのぐらい？ナルニア国物語は有名な作品ですが、過去にレゴセットが発売されたことはありません。レゴアイデアのレビューに進出したのも初めてだと思います。製品化は難しい。ナルニア国物語はロード・オブ・ザ・リングに比べるとかなりキッズ向けのファンタジー作品ですが、映画では兵士として戦っている動物が人間に痛めつけられたり、宗教色が強い世界観ということもありますので、レゴブロックで製品化される可能性は低いと思います。続いてはこちら、アンティークキャビネット。ヨーロッパ風のアンティークキャビネットと椅子です。引き出しや扉のフレームの凹凸、棚の装飾が本物のアンティーク家具のようにリアルです。ミニフィギュアを立った状態で収納できます。約1200ピースの作品で、ミニフィギュア以外にもアクセサリーを大量に収納できる大きさです。椅子もクッションの丸みや模様がリアルでいかにもアンティーク風です。座ってみたいですね。アンティークってどういう家具？アンティークとはフランス語で骨董品という意味の言葉です。ウィキペディアによると、1934年にアメリカで制定された通商関税法による製造後100年を経過した手工芸品、工芸品、美術品というのが唯一の明確な定義で、アメリカ以外の国でも一般的にこの定義に従っています。この法律が制定されたのが1934年なので、本来のアンティーク家具は1800年代初頭以前に作られた製品のことを指すのだと思います。今では入手困難なマホガニーという木を使った製品が人気でした。アンティーク家具についていろいろ調べた結果、手作りで作られた古いヨーロッパの家具というのが一番しっくりくる定義かもしれません。本作のデザイナーは日本の方で、もう一つの作品リバーサイドロッジも今回のレビューに同時に進出しています。製品化される可能性はどのぐらい？家具はこれまでレゴアイデア製品化レビューでは見たことがなかった新鮮なカテゴリーです。本デザインは蛇や草のパーツの装飾がリアルで、ミニフィギュアが収納できるなど大きさも実用的です。ダークブラウンで高級感もあります。ヨーロッパの人が好きそうなデザインですし、製品化の有力候補だと思います。今回レビューに進出しているナルニア国物語のタンスと競合するかもしれませんが、版権作品に負けずにぜひ審査に通過して製品化されてほしいです。続いてはこちら、ゴシックキャッスル。2995ピースのゴシック様式のお城です。
ヨーロッパ風の装飾もおしゃれですね。この作品には作者がストーリーを設定しています。かつて繁栄を極めた崖の上に立つ城に年老いた城主の伯爵がゲストを招き入れます。しかし城の中で居心地の悪さを感じるゲストたち。老伯爵は何か秘密を隠しているのかもしれませんという内容のストーリーですが、そう言われると伯爵がドラキュラにしか見えなくなってきます。城内には書斎、寝室、ピアノの部屋、ワイン貯蔵庫、食料庫などがあります。ゴシックって何なの？ゴシックとは一般的に5世紀から15世紀とされる中世ヨーロッパの中で12世紀から15世紀まで続いたフランス発祥の建築様式のことを言います。ゴシックという言葉は建築以外に美術の様式にも使われます。ゴシック建築は建築技術の発達によりそれ以前に主流だったロマネスク建築の弱点を補う形で登場しました。ロマネスク建築とはゴシック建築登場以前の11世紀まで主流だった建築様式で、ロマネスクとはローマ風を意味する言葉です。ロマネスク建築はいわゆる中世風の建物に該当する様式です。主な特徴には壁が分厚く窓が小さい、高さも低く見るからに重そうな建物、入り口や窓の上の部分のアーチが円形、いわゆる中世っぽいデザインなどがあります。一方ゴシック建築は薄い壁や尖ったアーチ、尖塔アーチの採用、建築技術の向上でロマネスク建築に比べて建物の背が高くなった、ステンドグラスなど窓が大きいなどの特徴があります。製品化される可能性はどのぐらい？尖った屋根や彫刻などファンタジー色が豊富な素晴らしい作品に仕上がっています。ストーリーの続きも気になります。お城デザインの合格は最高難易度？ファンタジー要素ありのゴシック様式というのがユニークではありますが、中世ヨーロッパ風のお城作品はメジャーすぎるテーマなので、レゴアイデアの審査で通過しにくいカテゴリーの中でも特に合格が難しいカテゴリーだと言えます。これまでお城系のデザインは何度もレビューに進出しているので、みんな大好きな人気テーマなのは間違いないのですが、審査に通過したことは一度もありません。発売するならレゴアイデア以外？ロマネスクにせよゴシックにせよ、中世のお城を発売する場合はレゴグループが自ら商品開発をすると思います。実際2022年8月にレゴアイコンズのライオン騎士の城が発売されていますし、その前に発売されたレゴクリエイターの中世の城も非常に人気があります。審査通過は難しいと思いますが検討を祈ります。続いてはこちら、アイスクリームショップ。モジュラービルディングセット風のアイスクリームショップの建物です。建物の中央には階段があり、外にも座席があります。黄色いテントがカーブのブロックで作られています。本物のお店のようで可愛いですね。店内も非常に賑わっています。カウンター内のアイスクリームの容器はジャンパープレートを逆さまにして表現しています。建物の2階には地下鉄の保守サービスを行う部屋があります。バルコニーもあります。緑が豊富で楽しそうですね。3階は居住スペースです。ミュージシャンの部屋、寝室などがあります。各フロアは簡単に取り外し可能です。製品化される可能性はどのぐらい？本作のデザイナーは今回がレゴアイデア史上最多15度目のレビュー進出となる常連のデザイナーです。しかし作品のほとんどがモジュラービルディングセットによく似た作風の建物なので、なかなか審査通過には至らないようです。ただし他の建物作品とは若干雰囲気の違う海賊島は見事審査に通過。その後発売され、レゴアイデアセットの中でも特に人気の商品となりました。今回のアイスクリームショップもレゴグループが力を入れているモジュラービルディングシリーズに近い作風なので、審査通過は難しいと思います。続いてはこちら、エルフ、サンタの国からやってきた。2003年に公開されたクリスマス映画でサンタクロースの助手として働くエルフが住む建物です。3つのセクションに分かれています。上から見るとこんな感じ。サンタのソリもあります。主人公とエルフ、ニューヨークにいる主人公の父親のミニフィギュアが付属しています。エルフ、サンタの国からやってきたは、サンタクロースの袋に紛れて孤児院から北極に連れて行かれた人間の赤ん坊がエルフたちと共に育ち、大人になってから父親に会いにニューヨークへ行くというストーリーのクリスマスコメディ映画です。製品化される可能性はどのぐらい？人気のある映画ですが、レゴアイデアのクリスマス映画カテゴリーはホームアローンが発売済み、
ナイトメアービフォアクリスマスが製品化決定済みの激戦区と言えます。ナイトメアービフォアクリスマスは最近製品化が決定したので、本デザインがクリスマス映画枠を勝ち取るのは難しそうですが、審査通過に期待したいです。続いてはこちら。アンティーク電話機。アンティーク風の電話機です。モデルにしたのはアンティークの電話機ではなく、パラマウントコレクションシリーズというアンティーク風の電話機とのことです。受話器の取り外しもできます。製品化される可能性はどのぐらい？おしゃれな電話機ですが、ウォークマンやポラロイドカメラのようなインパクトのある有名なプロダクトデザインではないので審査通過は難しいと思います。レゴアイデア製品化レビュー進出作品の紹介は以上で終了です。今回のレビューのエントリー期間は4月末まで続きますので、追加があればまた動画で紹介します。レゴアイデア製品化レビュー進出作品の紹介は、スタッズ公式サイトで最速で更新していますので、動画と合わせてぜひご覧ください。作品一覧ページへは、この動画の説明欄のリンクから行くことができます。それでは次回のレゴニュースもお楽しみに。